どうぞよろしくお願いいたします。SDGs、地球の環境に優しい、西陣という古い町がこんなに持続可能で続いている理由や、そして生活のヒント、皆様がしていただくヒントがここで見つけられたら、嬉しいと思ってますよ。皆さんとご一緒に約1時間考えていこうと思います。はい、西陣というところ、名前は知ってるけれども、どこに行ったらいいのかわからないということから、ご案内差し上げます。うちの3分歩いたら、生命神社というところにやってきます。これはフィギュアスケートの羽生結弦さんが生命という歌でオリンピックで活躍されましたね。その生命神社です。ここの前の宮司さんはうちの母とも同級生で小学校一緒に行ってたような中で代々ご一緒にさせていただいておりますが、この生命神社というのはいろんなことを占われる陰陽師でいらっしゃいます。うちの子供の名前も従業員の選択も、そして四柱推命、いろんなことをここの生命神社で見てもらって今があるのかなと思います。結婚なんかはそうです。この人がいいかなっていうようなことも占っていただいてたわけですね。天文陰陽師と言われる方がいらっしゃいます。昔はいろんなことを占ってきたわけですね。この京都に都、これでいいのかどうか。奈良も都、これでいいかどうか。今みたいに科学でいろんなものがわからない時代、やっぱり陰陽師というのはすごく必要なものであったんでしょう。ここに行ったら今でもね、占ってもらうのにずらっと並んでらっしゃるような姿がございます。あの、一度手を合わせに行ってみられたらいかがでしょうか。そして次は一条戻り橋。これは生命神社からすぐのところにありますが、こんなちっちゃな橋です。でも、ここにいろんな言われがございます。橋の下から上を見上げても素敵かもしれませんよ。いろんな昔がわかるかもしれません。まず、一条戻り橋というのはね、三好清貫さんという漢学者がお亡くなりになった時、羊がこの橋、土御門橋と言われてたんですけれど、この橋に渡ってきた時には、息子さんがお父さん帰ってきてと最後お会いできなかったというふうに叫んだら、その漢学者の清面は息を吹き返したと言われる戻り橋です。だから結婚の花嫁さんはここは渡らない。戻ってくる。家に戻ってくるというようなことがあるので、今でも言い伝えられていますし、また、渡辺の綱という人がここで美女に出くわした。その時に美女が家まで遅いので送ってくださいと頼まれて、はい、お送りいたしますと答えたら、急にその美女は鬼になって、そして、我は愛宕山に帰るとか言い出すんですよね。で、びっくりして、渡辺の綱はその鬼の腕を切ったなんていう妖怪の物語があるような橋でもございます。今は四条通りが有名ですけれど、阪急なんかが入って、もうでも物は一から始まるんですね。この一条というのは御所の真ん中からずっと続いていて、一条通りが妖怪通りに変わっていくような
京都ではこの一条の流れがございます。面白いお店の前に妖怪がいっぱい飾られてて、そういうお祭りもございますよ。一度一条戻り橋に行かれたら、いろんなことが頭の中で想像できるかもしれません。それを渡って、今度は、白峰神社というところに、いかがですか？この白峰神社は明治天皇のお父様の意思を継いでというようなことでございますけれども、手まりの神様が祀られています。で手まりのいろんな行事が今でもなされているんですけれど、手まりということからサッカーの選手なんかがたくさん訪れてボールが落ちないようにと言って祈って帰られることが多々あります。落ちない、落ちたらあかんというので学業、そして学問をこう学校に入学の時なんかもたくさんの方がおられるようでございます。そしてまたここから西陣の織物。西陣ということは皆さん名前は知ってるけどね、西陣織って一体何やろ。まあ、ここに飾られてる綺麗な織物。これは錦織、金糸が使われたものですけれども、西陣で織られるものはみんな西陣織です。だから、つづれ織も、光らない唐織も、いろんなものが西陣で織物として使われています。まだ昔はここでガシャン、ガシャン、ガシャン、コットン、コットン、ガシャン、ガシャンと音がもう歩いたらそこら中から聞こえてきていた時代がございました。でも今はこういう職人さんも減って、まあピークを越えて着物を着られない人たちが多くなったんで、そこから何十分の1の生産になってきてますから、なかなかと旗おるところが田舎の方に行ってしまったり、職人さんがいなくなったりという悲しいことが起こっていますが、ここ西陣織協同組合理事長の舞鶴さんはまたそのガレージに西陣織の工場を建てられて、そしてこの音がカッシャンカッシャンという音をもう一度西陣に再現したいというふうにされていますよ。ここがその工場でございます。そしてそこからまた歩いて3分、富田屋に戻ってこれるというこの富田屋ですけれど、明治18年の建物で、この建物自体が国登録有形文化財京都市重要景観建造物でもありますが、そのままの姿で残されています。建物だけじゃなくて、この中には暮らし、京都の町家の暮らし、祈りと願いと感謝、そういう暮らしがそのまま無形の形ですけれども残されているという、ここもまた不思議がいっぱいの町屋でございます。どうして続いてきたか、また後でお話をさせていただきますが、富田屋の映像をここでお流ししてくださいますか。音楽が鳴る。少し音を出していただいたら。
これが通り庭という台所に伝わる入り口から通り庭でございます。これは文化人でありましたので、お茶室が3つもございます。あ、これはトンボがなんか隠されてるんですね。どういうことやらと思ったら、トンボは火事よけの要素もあるんじゃないかと水辺に来ますからね。この廊下は町の廊下です。10メートルほどの、松ってこう横に行きますので、まっすぐ伸びる松というのは何万本に1本しか取れないと言われているのがしつらえられています。今はまだ9月ですので、夏のしつらえにお詳しくはなっておりますが、ここでは脳を参るようにしつらえられています。ポーンと叩いたら、ブーッと音がする。下に亀がいっぱいしつらえられているんですね。この茶室は、お湯の子が建てられ、改修されたお茶室で、町屋に連結している非常に珍しいお茶室ですね。これは徴用の節句についてお話をしています。そしていろんな体験ができるように、うちでは着物を、本当のシルクのいい着物を皆様にお着せして、そしてお茶体験、お花見体験、いろんな日本文化が体験できるようになっています。これが流霊席といって、今なかなか座れない人が多いから、椅子席でお茶ができるようにしてございます。そして海外の方々もこれからたくさん来て、お茶の心を学び、お茶の体験ができるようにしているお部屋でございます。お茶の飲み方も、そしてお茶の心も、うちではきちんと説明をさせていただいております。そしてこれは節句というと、桃の節句。そしておひなさんが、代々のおひなさんが100体飾られております。江戸時代、明治時代、大正、昭和とおひなさんがたくさんおられます。このおひなさんを出すたびに、おばあさんはこうやって家を守ってこられたなと思います。そしてまた今、ライトアップで光に飾られて、そして町屋をたくさんの方々に見ていただき、いろんなことで伝統的なお食事をしていただくことにできるようになります。全部手作りで、LED で、本物の自然のタケノコを使って作るのに2ヶ月かかりました。町屋の夜は月の行事などもございます。
でも美しいですね。見ていただきましたか？あのドンヤとしてこの家が建てられたわけですけれども、あのこの西陣をどうして活性化しようかと思った時に、やはり昔みたいにバイヤーがたくさん来られるような西陣ではなくなっています。皆さんに観光という形でも西陣を知っていただいて、そして西陣を回っていただくことによって、この西陣という町がまた持続可能になってくるんじゃないかと私は考えて、この文化体験というのを始めさせていただいたのがもう20数年前になります。この西陣を回っていただき、トンダ屋に来ていただくだけでも、なんか気みたいなものが感じられるようになると思います。それでいて、皆さんの努力で、こう西陣が続いてくるんですが、これは職人気質である西陣の人たち、頑固一徹にも守り続けるという。だからこそ観光地にはならなかったんです。観光地でないからこそ続いて、今やっと観光に目を向けようとしている西陣。それはなぜかというと、先ほど申しましたように、やはりこの町を新しい息吹を入れることによって守っていかないといけないからです。そういう意味においても、いろんなこの町屋の中で環境に優しい暮らし方を、電気もガスもなかった時代にどうしてこの町屋で暮らしていたのか、これを知っていただくことによって今の暮らしのヒントにしていただけるんじゃないかと思います。ここで暮らし続けている町屋っていうのは、京都はもうすっごい山に囲まれていますので、何が大変やったって、夏が一番大変だったんですね。クーラーもない時代ですから。沖縄の人がいらして、沖縄より暑いっておっしゃったんですね、夏にね。その時にどうして昔は暮らしていたんでしょう。町屋というものは、どっちかというと夏向きにできています。空気が入り口で水をまいたら、その水に誘われて、スーッと風が入ってくるように、そしてうちには6つの庭がございます。庭から庭、庭から庭と風が通るようにできているのが京町屋なんですね。そしてそこにはまたつくばいというものがあり、水が必ずコットンコットンと水が必ず流れているので、その水にまた誘われて風が流れていくんですね。夏の暮らしには欠かせなかった氷柱なんかのお写真はございますか？氷柱、古い方の氷柱はございますか？これはアレンジして、氷をアレンジしたときに、あの、家の中でもできるような氷柱を今作ってみました。昔の氷柱はございませんか？パンフレットのお写真ですね。ちょっと探しま氷。す。はい。ね、昔はね、氷屋さんっていうのが100メートルおきにあったぐらい、氷というのは非常に貴重なものだったんです。その氷柱といって氷柱を毎日のように氷屋さんからお持ちいただいて、これはね、アレンジした氷柱なんで、ちょっと現代風なんですが、昔のが、あの、
ないですかね、昔のお写真が。そしたらこういう柱、氷のこんな大きな柱をした、これです、これです。氷柱。これを毎日氷屋さんから持ってきていただいてて。でも今これを買おうと思ったらとっても高いんですね。こんな大きな氷というのは。ですから先ほどアレンジしたような冷蔵庫でも作れるような氷をにお花を添えて家の中に置いても涼しいですよというアレンジ版を作らせていただきました。この昔ながらの氷柱を氷屋さんというものがないので、今大きなものを持ってきてくださるというのはなかなかマンションなんかでは大変だと思いますので、ああいうふうに氷をね、少したくさん寿司桶に入れて、そしてお花を生けて、少し進んで見られたらいかがでしょう。クーラーだけに頼らない、こういうもので風がそよそよと来て、うちわで仰げば涼しさを感じていただくことができると思いますけど、いかがですか。そしてまた、冬はね、ドテラとかいうのを着たんですね、みんなね。でもドテラを着て、たくさん着て生活するんです。今みたいに、暖房がない時代ですからね。たくさん着ると。しかし、何で、友とったかというと、これはお墨なんですよね。だから、火鉢、手あぶりというものがもう蔵の中に山のようにあって、みんなそれで手を温めて暖を取ったと。炭っていうのはもともと木ですから二酸化炭素をものすごく吸ってくれて、とっても環境に優しいものです。それを燃やしてもプラスマイナスゼロで、あまりCO2 を出さない。そしてまたこういうふうに鉄瓶を上に置いておくと蒸気が出ますから、加湿器がいらないですし、またお茶を飲むのにも常にこういう水を入れておいたら便利な湯沸かし器がいらない、電気湯沸かし器がいらないということになりますね。夏も冬も昔の暮らしには本当に環境の優しいものがたくさんあるということを一つ覚えていただいたら嬉しゅうございます。そしてまた今バッグにこういう町屋は開けっぱなせるんですね。ですからこんなコロナの時代にこれ今全部入ってるガラス戸を直しました。そして開けっぱなすことによって空気が通りますので、こういう時代には町屋暮らしはいいかなと思います。風も通ります。こういう町屋に一度足を運んでいただいたら何か、不思議なものが感じられます。そして昔は神様がたくさんあって、その神様にお水を差し上げ、そして毎朝、はい、神さんにお水差し上げておいでって言われた人もいらっしゃるんじゃないかな。手を合わすということによって心が落ち着いて、なんかこう精神的にね豊かになるということもあると思いますが、うちにはお手紙をいただいているようにおじいさんがいろんな功績をしてます。伊勢神宮が火事になった時も何か神に呼ばれたようにお泊まりしてて、そして中のものを全部お手伝いして火の中に飛び込んだというような功績からいろんな神様もいただいております。またその神様が守ってくださっているのかもしれません。こんな時代にサスティナブルな生き方、
これはご先祖さんがいろいろとしてくださってる功績もあるんじゃないかなと思っていますけれど、いかがでございますか？そしてこの節句が、奇数が重なる日には必ず節句があるということをどこかで思い出していただけますかね。1月1日、これはお正月ですから、1月7日という説もあるんですけれど、3月3日、これは先ほどビデオに出てきました桃の節句。この桃の節句、節句節句と言いますけれど、一体何なのやらっていうことも、何か季節ごとに考えていくっていうことも大事だと思います。どうしてお雛さんっていうものが平安時代から今まで続いてきたんでしょうね。これは大昔には出産というのはすごく大変なことだったんです。親が死ぬか子供が死ぬか。その時にお母さんは一生懸命シルクのこの白い着物の元地の白い着物でお人形さんを一生懸命作って塗って、そこに綿を入れて、男の子か女の子かもわからないから、そういうものを作って、心待ちに出産を待ったわけです。願い、願い、願い。祈って、祈って、祈って。そして出産して生まれてきた子供に、そっとその人形さんを置いてやった。その人形が立ちびなになって、2つの。そこからいろんな時代を経て、平安、元禄華やかし頃を経て、だんだんお雛さんが豪華になってきて、今の天皇陛下、皇后陛下のようなお雛さんになってくるわけですね。親の思い、これが女の子の節句につながっていくわけです。だからお雛さんは、この子に来る厄災は全部この人形が受けてくれと。悪いことは全部このお人形さんが受けてくれという親の思い。だからこのお雛さんポイッと捨てたり人にあげたりしないでくださいね。このお雛さんは全部自分が生きてきた役を受けてくれてる。そういうお雛さんであるということを覚えておいてください。だから京都には宝鏡寺さんという厄払いを、お人形さんの厄払いをしてくれるお寺がございます。このお寺に持って行って厄払いをしてからとか、その厄払いをしてお預けして帰ってくる人がたくさんいらっしゃる。すべてそういうお人形さんにも意味がある。今度は5月5日、子供の節句、端午の節句。その時は、王神天皇、竹の内つくね、足軽から馬から飾られて人魚さんがございます。その時代には、今度は男の子はみんな生まれたら、武士になれよ、強い武士になれよと祈られたんですかね。そういう時代のお飾り、端午の節句に食べないといけないものもあり、男の子は必ず強く元気でいてよと、ちまきをいただき、さば寿司をいただき、そういう節句を暮らします。そして今度は7月7日普通ですよね。これは七夕。そういうのはまたお正月にはまた今年はこういう願いがありますよと願い事をして書にしたりしますけれども、7月何日ぐらいになってまた願い事を自分で思い出し、そして笹につって祈りを捧げるわけです。西陣には織姫社というのがございます。その織姫社に行って織物をしてるお姫さんですね。その方が彦星さんと会えるために、その織物を1年かかって織って彦星さんに
7月7日にお届けする、そういうロマンティックな物語がございますが、今宮神社に行ってみてください。この私とこの前は大宮通りといって、別名千両ヶ辻と西陣のど真ん中です。昔千両の絹を動かしたと言われる大きな大きな通りかと思ったら狭い狭い道なんですけど、その道を北へ北へ行ったら大きなお宮にぶつかります。これが今宮神社。そこに織姫社というのがあって、7日のその一日のために織物を織り続けるお姫様のお話がございます。そして今度は9月9日。その前には大文字でお将来さんをまたしてあげるような行事もございますね。山があるからそこを大体妙法鳥居をくぐって船に乗ってご先祖さんが帰っていかれるような行事もございますが、9月9日には東洋の節句という別名菊の節句というお節句がございます。菊の花っていうのは薬草なんですね。その薬草に白い雪のようにマーダをかぶせて、そして夜露に置いておくと、その夜露で菊の薬草のエキスをふわーっとマータが吸ってくれて、そのマータで体をさするとデトックス。そして食用菊という菊をいっぱいいただいて体の内臓もきれいにするというようなこれで気がついていただきましたか？奇数が重なる日には必ず節句があって祈りと願いと感謝がそこにございます。こういう暮らしの中に何かどうしてこんなものが大昔から続いてきたのでしょう。今この周り見ましてもなかなかそういうお節句を全部やってるお家は少ないと思います。でも私は一生懸命こういうことを守り続けて、何か昔の人からどうしてなぜどうしてこういうことがされていたのかということを守り続けて、今に現代の人たちにも伝えていきたい。これが逆に言ったらこの町を持続可能にしてきた一つの方法ではないかと思います。いろんなお飾り、今日は全部お見せするお時間はございませんが、その中にもこの生きていく術、生きていく祈り、そういうものが発見できるのではないかなと思いかがでございましょうか。また10月にはお開き、11月にはお開きといってまた願い事を火に返し土に返すという燃やす行事もございますし、12月には大根焚きという大根というのは根のものなのでね、そしてそれをいただき振る舞い皆さんが元気になっていただくような行事もございます。最後に9月は徴用の節句でお話を9月9日でいたしましたけれど、つい最近、今年は満月と名月が同じ日になりましたね。これも地球や星の動きで大気の澄んだ秋に非常にきれいな月が見れて、そして月をめでながらいろんなことを祈り願う日本人のこういう気持ち、太陽を愛する国もあると思いますけれど、こういう月を愛する日本人の気持ちの中にも何か
古きを語り、そして持続していくものを感じていただけたかなと思っています。まあ、この辺でお返しいたしますか。持続可能なお話から何にいたしましょう。ありがとうございます。峰子さん、四季の生活文化や、伝統的な暮らしに取り入れる知恵、いろいろ教えていただきました。いくつか私の方からも質問させていただきたいと思っているんですが、参加してくださっている方の方でもし質問などありましたら、チャットでですとか、お声を出していただければ質問を取り上げたいと思いますが、いかがでしょうか。はい。じゃあ、ありましたら、途中でもチャットに、はい、入れてください。お願いいたします。今、いろいろミニコさんの暮らしの伝統的な暮らしの知恵を教えていただきましたが、現代を生きる私たちが伝統的な暮らしから学べることっていうのは何だと思いますでしょうか。ミニコさんいかがでしょうか。はい、私、はい、ミニコごさめんなさい、んです。私。はい、すいません。今ね、デジタル化 IT が進んできてる世の中なんですけれども、人間っていうのはロボットではないわけですね。やっぱり気持ちっていうのがとっても大切だと私は思っているんです。ですからこういうめんどくさい暮らしがその気持ちを穏やかにしたり、また訪れてくださる方々が忙しい世の中でほっとする、そういう穏やかさを感じていただけるようなものを残していかなければいけないような気がするんですね。そしてまた変えられたらそれを取り入れる何でしょう、家の中の暮らし、その中に取り入れていただけるようなものがあるんじゃないかなっているんです。ロボットがいくら進んでいっても人間とは全く違うということを気がつく空間でもあると思うし、暮らしの中に見つけていただく優しさや思いやり、日本人の心があればいいなと思っています。ありがとうございます。今回参加している方の中では西陣織に関心があるっていうことを伝えていただいた方もいらっしゃるんですが、西陣織と西陣の関係ですとか、ミニコさんと西陣織への思いとか関わりとかもしありましたらちょっと教えていただければと思います。いかがでしょうか。はい、もう西陣というところはもう西陣織で有名ですが、皆さん、西陣織は聞いたことあるんやけど、西陣という言葉は聞いたことあるんやけど、どこ行ったらいいねんなということになりますので、いろいろとご紹介をさせていただきたいと思います。もう西陣織の工程っていうのは非常に細かくできています。糸屋さんがあって、染屋さんがあって、紋紙屋さんがあって、いろいろあって機織りに至るわけなんですけれど、その職人さんたちがここ、そうですね、10年、20年、随分と生産が少なくなったがゆえに困っておられることがたくさんあると思います。でも、これは文化にはとっても必要な織物なので、なくなることはないと思います。でも、生産が減るというのは職人さんが減っていくということですね。だから今、これを持続可能にするために、いろいろヨーロッパのブランドと提携をして、壁紙にはできないだろうか。そしてまた古い帯などをテーブルクロスにできないだろうか。また外国の方にディスプレイはどういうふうにしていただいたらいいか。来てくださいと言ってもなかなか日本人でも
着れない。今一人で着れない。でもね、簡単なんですよ。難しいことはありません。簡単です。だって昔は子供もおばあさんも朝起きたら着てたわけですから。ね。朝起きたらみんな着てた着物が、どうしてこんなに着付け教室があって、難しいものになっているのか私にはちょっとよくわからないんですが、朝起きたら着てた着物。それがもうパーティーとか結婚式とかにしか着なくなってしまっていますが、皆さん一つだけ捨てないでください。おばあさんの着物、お母さんの着物。これはいろんなものに使えます。昔はね、それをね、洗い張りして、洗い張りして、何度も何度も着て、その後、裾が切れました。そしたらお座布団にします。今でいうクッションみたいね、お座布団にいたし、最後はお布団に仕立て直して、おばあさんの着物が生き返ってくるわけです。それもサスティナブルな使い方ですよね。古い着物、おばあさんは小さかったんや。145センチしかなかったんや。私は160センチあるし、着れへんわと思ってる方いらっしゃるかもしれません。いえいえいえ。着れますよ。きれいにほどいて、仕立て直しというのが足らなかったら、継ぐこともできます。着物ってこう、丈がそのままではないでしょう。お箸折りっていうのがあって、そして余裕があって、誰でも着れるようになってるわけです。それを、まあ、小さくしてあっても、もし、その間にシルクの、生地を足して、着れるようにもなります。おばあさんの思いをぜひ着てあげてください。自分なりに。そして、そうすることもできるし、帯もったいないな、これどうしようって言ったら額縁にすることもできますし、ハンドバッグにすることもできます。お洋服にだって仕立て直しができるんですよ。逆に言ったら、シルクの大島だとか、紬っていうのは、軽いから、普段着で軽いから、コートなんかにしてお召しになることもできます。すごく、リフォームという形で、その生地だけじゃなくて、そういうご先祖さんの思いをまた何かに使ってあげるということは、とっても素晴らしいことやと思います。わからないっていうんでしたら持ってきていただいたら、もうどんなご相談にも応じさせていただこうと思っています。捨てないでって、捨てないで買い取り来てもらって、いっぱいそのままポイと持って帰ってもらった。ここに残るのは本当にチャリンとしか残らなかったなんていうもったいない話をいっぱい聞くんですね。いえいえ、生き返りますよ。使い方次第です。皆さんはそういうことを考えてくださったら嬉しいと思います。まあ、昔の着物、織物っていうのはとても高価なものですので、いろんな、そして今できない技術が昔にあったりするんですよ。ですから、ポイッと捨てることだけは、お願い、やめてくださいねっていう話です。はい。はい、ありがとうございます。ご質問ありましたら、チャットの方でもぜひお願いいたします。では、私の方から、お話の中でも幾度か出てきましたが、改めまして、西陣や西陣の町屋暮らしなどの中にある残していきたい文化っていうのは、峰子さんにとっては何でしょうか？そうですね。今、周り、近所、町屋を見ても、なかなかそういう暮らしを継続するということは難しいです。重複するかもしれませんが、やはり心豊かに面倒くさいことを後世に受け継げたら、私は嬉しいなって思っていますし、ぜひ一度そういうものを見ていただくという経験が自分の中の気持ち、ポイッと捨てる気持ちをなくしてくださるような気がします。確かに大変です。
町を守っていくだけでも屋根が潰れたら本当に昔のままの瓦で復元しようと思ったらとっても大変なことですし、暮らしを守るということはお軸も毎月変えないといけませんし、それからしつらえお花もその季節に合わせたものをしつらえなければならない。これは本当に大変なことですけれど、日本に生まれてよかったなと思いませんか？わびさびがあって。一年中暑い国もあるんですよ。一年中寒い国もあるんです。四季が変わって、もうじき色づく秋になります。そんなことで心が癒される日本人でよかったと思いませんか？外国の人は今コロナで来れなくてジャパンロスの人がたくさんいらっしゃるそうです。こんな風に心豊かに、そして忙しい毎日で傷ついた心を癒せるようなものがたくさんある日本でよかったです。ありがとうございます。今回このツアーに、ご質問いただいているので読み上げますね。食べ物など、今は機械が作ったものも今たくさんあると思いますが、手仕事の良さは何だと思いますか？食べ物ですか？食べ物。はい、高橋さん、補足とかありましたら質問いただければと思います。いかがでしょう？それはもう全く違いますね。西陣織でも機械で作ったものと、それから手織りのもの、職人さんがガッチャンガッチャンやってると機械でガチャ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 と織るものの風合いっていうのは全然違うんですね。風合いですね。あの手織りのものは100年サスティナブルですよ。おばあさんのもの、そして孫子の代まで着ていただけるものができます。だから手で作った中には思い、優しさも入ってるような気がします。うちのお弁当もそうなんですけど、お席、お茶会をたくさんした時代があって、うちは3つお茶席がありますので、その時代に必ずお天津という茶席の後のお弁当をお作りさせていただいてた、そのおばあさんの思いをそのまま今復元しているんですね。旬のお野菜を浅漬けで食べるのが一番健康にいいっておばあさんは言っていて、お肉やエビやタイや豪華なものよりも京都には京野菜があるからと言って、手作りのものを今でもお出ししてるんですけれども、やはりその手で作っている時に思いがやっぱりこもってますよね。お弁当でもたくさん作られて機械で作られたお弁当よりも思いがもう一つ一つお客さんに対する思いが作られていく、その手作りとは何だよって言ってくださいます。やはり手作りの違いっていうのはあるんじゃないでしょうかね。ありがとうございます。他ご質問大丈夫でしょうか？はい。では、私からでよろしいですかね。はい。ちょっとお待ちください。今回参加している方は京都の方ではなく、東京など他の、場所から参加されている方が多いのですが、今後、西陣の方に実際に旅をされる機会もコロナ後にはあるかもしれません。私たちは旅行する際に、実際にでもバーチャルで、このようなバーチャルの形であっても、西陣にどのように西陣を応援とか、西陣に対して旅行を通して貢献できると、ミネコさん思いますか？そうですね。京都は清水寺も行ったよ、金閣寺も行ったよ、どこも行ったよって大好きな方々がたくさんいらっしゃいます。でも先ほども言ったように、西陣って一言ないなと言われる方々に、空港化していけなかった街だから、こんな風に職人気質がうまく続いたんですよということをお見せ
したいですね。私は京都の最古の観光地じゃないかと。そしてその観光がまた西陣を守れるんじゃないかと今思っています。たくさんの方々来ていただいたらお茶も飲める場所があるようになるでしょうし、そしてお食事もしていただく場所もたくさん増えてくるでしょうし、物を売ってる場所もたくさん増えます。そこで西陣織の小物を買われても、やはり本場で買うものは違うんじゃないかな。今までそういうことは考えなかった西陣だったんですね。流通に乗っかったらいいわじゃなくて、本当にメーカー直追った人が直接、そして心を込めた手作り、そういうものを体験できる最後の場所、そして神がかった妖怪のいてる面白いこの西陣。うちの家だけでも神様が10個以上ありますね。そんなところに来ていただいたら心も安らかになるんじゃないでしょうかと思うんですけれども、ぜひいらしてくださいませ。ありがとうございます。では最後に私からミニコさんへの、ご質問で、今回参加された方は主に高校生が多いっていうような参加者の方々なんですが、参加した方々へもし何か追加でお伝えしたいメッセージなどありましたら、ぜひお願いいたします。そうですね。高校生の方は授業の中でも SDGs を学んでいる持続可能というそういう人たちにはもうぴったりな場所だと思いますよ。今日は言い切れなかった部分がたくさんありますけれど、神社は神社の暮らし、そしてお寺はお寺の暮らし、そして普通に生活しているそういうライフスタイルが見れる、そして織物も見れて、いろいろ考える部分がたくさんあると思います。教えるというのは表面を教えますが、その中にある深いもの、これは自分で考えていくものだと思うんです。日の行事、行事の最後に申し上げましたけれど、これはどっかの指導要領の一部にうちの月の行事のことが載っているそうでございます。どこに出てくるのか、教科書なのか、ビデオなのか、どこか分かりませんけれど、それも一つ月をめでる日本人の気持ちを自分の中で考えて持続可能にしていただけたら嬉しいなと思います。